はい、皆さんこんにちは。アイロニーの谷口です。今日は、オンラインレッスンですね。ラセゾンクラス、4月12日、13日に、受け取りのラセゾンクラスの、レッスンの動画になります。今日は今、僕一番気に入ってるバラですね。スイートイブピアジェを束ねていきたいと思います。めちゃめちゃいい香り。素晴らしいバラですね。はい。と、飾り説明していきますね、どんどん。リシアンサスですね。トルコキキョウですね。フリンチ咲きのトルコキキョウ。あと、オンシジウム。オンシジウム。と、コロニラバリエガータ。バイモユリ、フリチラリアの仲間ですね。と、スカビオサ。で、コデマリですね。あとユーカリを使います。はい、ブーケ束ねるときはまず、ネトワイエといって下葉の掃除、整理をしていきます。ネトワイエっていうのはフランス語でね、掃除という意味になります。この、下葉の掃除をしていくのは、ブーケ束ねて結束するところ、手で持つところに葉っぱがあると挟んでしまって、葉っぱ茎が、傷んでしまうと。葉っぱが傷んで茎を傷めてしまうっていうことがあるので、手で持つところより下に来る部分は全て葉っぱを落とすっていうのがまず一つと、もう一つ切り花っていうのはこの足元茎の切り口導管がここにあって、ここから水を吸い上げて花弁とか葉っぱから水分がこう蒸散している、こう水が通ってる状態になるので、その、蒸散がねどんどん量が多くて蒸散が多くなってしまうと、この吸い上げるスペースがね追いつかないと花の体内の水分が少なくなってしおれてしまう状態になるので、それを防いであげるためにも、蒸散の量を少なくするために、余分な葉っぱを落としておきます。はい。リシアンサスは、これ葉っぱ、落として、これ少し残しておいてもねそんなに影響はないと思います。一番上ぐらいはね残しておいても全然影響ないで、この切り分けですけども、これぐらい長さがあれば1本ずつにしてもらっても問題ありません。その方が束ねやすいと思います。はい、これはこれぐらいだったらちょっと切り分けると使いづらいかもしれないので2つ残しておいて、高さがそんなに差がなければこのまま使いましょう。高さにかなり差があったら、なるべく長く使えるように、例えばこれだとこっちが長くなっているので、この長い方を落としてあげると、こういう感じですね。で、短い枝の方は下の部分を使ってより長く取れるように切り分けると。でかなり短く取れても、枝分かれしてるのを分けても低い位置、周りの方だったら使えるのでね、そういう風に使ってください。位置を、選んで使いましょう。はい。オンシジウム、綺麗な色ですね。サマースノーかな、これは。はい。これはもうこのままいきます。かなり下の方に枝分かれしてるのがついてたらそれは落とした方がいいかもですけども、これぐらいだったら大丈夫です。はい。スカビオサはもう茎だけなのでこのまま。バイモユリも、葉っぱ大丈夫かな。下の方についてたり葉っぱが傷んでるのがあったら落としておいてください。バイモユリこういうふうに、葉っぱの先がくるくるっとなっててね、絡まりやすいので、取るときはこう花の方を持ち上げずに足元を持ち上げてちょっと揺するようにして離すと折らずに、取り分けることができます。引っかかりやすいのでね、揺すりながら
こういうふうに外していってください。はい、コロニラバリエガータ、かなり長さあるタイプですけども、これは下の方を落としてしまいましょう。今日は、2つに切り分けてはちょっと使いづらいかな。これはもうこのまま1本長いままで使いますね。小手まりも、下の方を葉っぱを落として、かなり枝分かれしているものがあるので、長く使える分はなるべく1本にしてしまった方が扱いやすいかなと思います。短くて枝分かれしているものはうまくブーケの形に組み合わせていくように、配置を考えて使っていきましょう。曲がりも強いので小手まりは外側に使うことが多いです。まれにこういうまっすぐのものがあるのでね、こういうのは中央の近くに使えるので、分けておくといいでしょうね。はい、これも2つに分けちゃいましょう。とかなり曲がってる分と、はい、はい、あとユーカリですね。ユーカリは、20センチぐらいの長さに、ネットワイをしてください。これぐらい全部大丈夫ですね。下の方までついて、使いづらいのがあればそれ葉っぱをこういうふうにね落としてください。これもこのままいきましょうか、今日はね。はい、もしねネットワイする葉っぱの量とか切り分け、迷ったら、そのまま、にしておいて束ね始めてください。で後で邪魔になったらね、片手でもこうピッとね、切り分けてもらったり、一回置いてまたネットワイを適した形にしてまた束ね直しをしてもらったりしても構いませんからね。はい、束ね直しねすごくいいことなので、手で束ねてる、最中にちょっとうまくいかないなっていうブーケを調整、ちょっと引っ張り出したりとか位置を変えたりとかね、グリグリグリっていろいろするよりも、一回置いてまた束ね直しする方が、練習にはすごくいいです。はい、じゃあ早速やっていきますね。ブーケ束ねるときは、スパイラルメソッドといって、茎の重なる部分は螺旋状になるように1本こう重ねたら次の花をこう重ねないように同じ方向になるように重ねましょう。はい、この重なり方が全部同じ方向にね重なっていくっていう風に、していきます。Okay、スパイラル、の方法ですけども、上の指を2本開くか下の指を3本開くか。上の指を2本開いた時は手前に花を持ってきて、自分の腕がある方に花を持ってきて、こうして人差し指と親指を閉じて下の指を握り直すというのが一つ。もう一つは腕のない方、反対側ですね、向こう側に入れるときは足元、茎の方を下の指を開いて茎を入れて向こう側に花を持ってきて下の指を3本閉じて人差し指を抜くっていう方法、はい、この2パターンですけども、手前にずっと花を重ねて上を開いて手前に重ねて、こうやってくるっと回してまた手前にくるっと回しながら作っていくのも OK なので、こうしないといけないというルールはないんですけども、とにかくこの茎はねきれいに整列するようにしてもらうと花持ちに影響してくるので、その部分注意してください。はい、で、どんどん束ねていきますよ。スパイラルのね、方法を今説明しましたけども、アイロニーのスパイラルってねちょっと低い位置を持って足はあんまり角度広がらないように束ねていきます。でこういうふうに人差し指と親指の視点でかなり角度をつけて花と花の間隔も大きく取るような、
スパイラルの方法もあるんですけども、アイロニーは、表面の形を作っていくっていうよりも、手から花がね伸びてきたような感じ、花瓶の底から花がぐーっと育ってきて、そのブーケの形ができるようになると自然な雰囲気っていうのを強く感じられると思うので、そういうふうに束ねるために、アイロニーのブーケはこういうふうに低い視点は少し低めを持って、下の指も3本閉じるような形で、足はほとんど広がらないような感じのブーケを束ねていってます。はい、どんどんやっていきましょう。最初に手に取っていく素材っていうのは、なるべくねまっすぐスーッと上に伸びていってるものがいいですね。花瓶の底からスーッと上に伸びていってるもので、徐々に外側に伸びていってる曲がったタイプのものを外に束ねるようにするとバランス取りやすいかなと思います。はい、でブーケ同じ素材使っても、出来上がる雰囲気っていうのが、作り分け束ね分けができます。で一つ、ポイントとしては、まずは、この花の配置、どこにどの花を持ってくるか、例えば同じ種類の花を1箇所に固めてグルーピングしていくと、少し作為的な配置になるので、ちょっと僕らはモダンなスタイルになるかなと考えます。でそれに対して、僕らメランジェというんですけども、ミックスさせていく、花をいろんな位置にミックスさせていくとナチュラルな自然なテイストになるかなと感じています。はい、で、もう一つ、その次のポイントは、花が伸びるこの長さ、花の高低差とも言います。はい、花のこの高低差は、僕らは同じ種類の花はだいたい同じぐらいの長さ伸びるっていう風にしていきます。バラよりもスカビオサの方が伸びる性質が強く、軽い素材かな、伸びる素材かなと思うので、こういう茎の細いもの、花の頭の小さいものを長く伸びるような感じにする。そうすると僕はそれが自然な雰囲気がするなと思うので、その長さっていうのを決めていきます。どこに配置してもだいたい同じ種類の素材は同じぐらいの長さ伸びるっていう風にしていってます。微妙な高さの違いですけども、今日はリシアンサスよりもバラの方がちょっとだけ長く伸びるかなと思って、少しだけ高さを変えたいっていう風にしてます。でこの高さの違いですけども、大きくつければつけるほど、高低差大きくつければつけるほど、自然な雰囲気が強く感じられるブーケになって、なくすと、これをなくしていくとね、全部が同じぐらいの高さにこうピタッて揃うような感じになると、ブーケの形が丸い形とかっていう風にね、オブジェみたいな、ブーケ一つのオブジェっていう風な感じになってくるので、モダンな雰囲気になるかなと考えていて、その用途に合わせてね、場所に合わせて、束ね分けをしています。はい、どんどん束ねていきます。じゃあもう一個、3つ目のポイントは、花の向きです。それぞれの素材の配置を決めて、伸びる長さ高さを決めたら、その花が今度はどの向きに伸びていくのが自然かっていうのを自分で意識してもらって、自然な雰囲気になるように向きを決めてあげましょう。でアイロニーのブーケはね、綺麗な形を綺麗なブーケを束ねようとせずに、花を自然な形に戻していくように意識して束ねてもらってます。人がね、作り出す形っていうよりも、なるべく、その花の自然な形に近づけていった方が、よりたくさんの人がね綺麗と感じやすいんじゃないかと思って、
なるべく自然に沿ったような感じになるようにと思ってでそれぞれね、この花がこういう風に伸びてると自然な感じがするっていう感覚はそれぞれだと思うので、こうやってると正解。この花はこっちに向けてくださいね、この花は長く伸ばしてくださいねっていう正解はありません。自分の自然と思う感覚、自分が綺麗だな、心地いいなと思う感覚を探しながら束ねてください。ですか、この3つのポイントが、同じブーケを束ねても同じ素材で束ねても、出来上がりに大きく雰囲気に影響してきます。なので皆さんは、もし束ねていて、ちょっとなんか綺麗だと感じないな、違和感があるなと思ったら今言った3つのポイントを、ちょっと変えてみてください。配置を変えてみたり、花の、伸びる長さ高さを変えてみたり、向きを変えてみたりっていうのをしてもらって、またそれでどう感じるかを確かめてみましょう。それをどんどん繰り返してもらうとね、いいと思います。で初めの頃はね、これが綺麗なのか自然な雰囲気がするのかっていうのはちょっと見極めがはっきりと分かりにくいっていうこともあると思うんですね。でそれは、よりたくさんのブーケ、花のこの出来上がりっていうのを見ていくと、あ、これはなんかしっくりくるな、綺麗な感じだな、これなんか気持ち悪いなとかっていうのがどんどん分かってくると思うので、どんどん束ね直しをねしてみてください。自分でも、例えば今日ブーケこれを皆さん1個作ったら、切り戻しして花瓶に飾って、十分またお水につけてあげて、翌日水替えをする時にね、また束ね直しをしてみる。じゃあ今度は、この花の配置を昨日束ねた時はこうしたから今日はこうしてみようかなとかっていうふうに、いろいろ変えてみる。そうすると、こう束ねるとこういう雰囲気になるのかっていうふうにいろいろ違いが分かってきます。でそれで、次から自分が束ねる時にまた束ねる時に、1回目からねこう束ねるとこの素材はこうなるからなとかっていうのがどんどん予測ができるようになってきて、自分の綺麗と感じるブーケっていうのがスムーズに束ねられるようになってくると思います。はい。で花のこの腕の位置っていうのにもちょっと注意してください。これねずっとこういう風にね上からばっかり見てこの面ばっかり見て束ねていってしまう人もいるんですけども、こうやって束ねていくと上から見るのに綺麗なブーケが出来上がります。でもし花瓶に飾って自分が見る位置、人が見る位置が横から見ることが多いのであれば、ちょっと手を伸ばして横からこう見ながら全体を見ながら束ねていきましょう。この丸い角度も平らにするのかまん丸くしていくのかっていうのは変わってきます。テーブルの真ん中に置いて、四方から見るっていう場合にはね丸みをもっとつけてもらった方がいいかと思います。はい、どんどんやっていきますよ。花が、どんどん増えてきて、自分の束ねてる花がねもしねなんか窮屈な感じになってきたな、ギュッとしてきたなと思ったら、その原因は持ち手の位置を高くしすぎてる。この辺を持つとギュッと窮屈になりますよね。持ち手をちょっと下にして広げてあげることと、花がこう中央に向かって、こういう曲がりの花をこういう風に束ねていく。真ん中にグッと上がるように束ねていってると窮屈になりがちなので、そう感じたらねちょっと外側に流す花を作ってあげたり、持ち手を少しずつ、本当に少しですけどね、下にずらしてあげてちょっと揺すってあげるとまたふわっとした雰囲気が出てきます。あんまり下げすぎると今度はまとまりがなくなってしまうこともあるので、ちょうどいい位置っていうのを探して、この持ち手の位置も
気をつけるようにしてください。はい。で、このブーケの茎の長さ、途中でもね、余分な茎は、切りながら進めていった方が、やりやすいと思います。長いまま残しておくと、重みで下がってしまったり、例えばこの花なんかはここでぐっと曲がってるんで、これが重みでくるんと回ってしまったりねすることがあるので、余分な茎は切って最後に花瓶に飾る時にもう少し切り戻しできればいいので、その長さだけ残しておいて、余分な茎は切りながら束ねていってもらっても構いません。こういう枝分かれしたものはちょうどぴったりはまるところを探してあげて、どこに入るとその素材がきれいに見えるか、それぞれの花がね、育った感じっていうのがきれいに出るといいですね。よくブーケ束ねてる時に、この子をここに持ってきたいとか、この花が言うことを聞かないみたいな風に言う人いるんですけども、これは僕らが言うことを聞く方です。花がどこに行きたいか、ここですかということを聞いて、その花の育ちたいところに戻していってあげるようにしましょう。はい。いいですね。こう高く飛び出す花、今日だとスカビオサとかバイモユリが、ぴょんぴょんと高く飛び出すような素材になってますけども、これらの花がどこか一箇所に固まってしまうと、その部分窮屈な感じになるので、まんべんなく分散させるようにしてます、僕は。だから花を入れるときは、じゃあバイモユリ入れようかなと思ったら、ブーケの全体の形でここにこういう花が足りないなっていうのも一つチェックしますけども、もう一つはあんまりこう近くに同じ素材があるところに寄っていかないようにする。すごくきっちりされた方でね、全部バラバラに配置していこうとして、全部等間隔で分かれてたりすると、それはまたそれで少し、不自然な感じになってしまうこともあるので、そこまでね神経質になる必要はないので、なんとなくちょっと近くに寄ってるところがあったりしても、それもまた自然なので、常に自分が自然だな、これは綺麗だなと感じるかどうかです。はい。よくブーケ束ねててね、自分のブーケが、どうも綺麗じゃないなっていうふうに、いう方もいるんですけども、まずね、花の美しさ、それぞれの素材が綺麗だなと感じながら綺麗なブーケを束ねる必要はないと思います。それぞれの花が綺麗だなと思いながら、それを楽しんで、束にまとめていってもらう。もうね、花自体が綺麗なものなので、そう感じながら束ねてもらうと、それぞれの花の綺麗さっていうのが、そのブーケの中に現れると思うので、そういう風にね意識して、ああこの花綺麗だな、時々バラの香りをチェックしながら束ねてくださいね。はい。3本手に取ったら1回匂いを嗅ぐっていうぐらいがいいかもしれないです。ああいい香り、綺麗だなと思いながらどんどん束ねていきましょう。はい。豪華ですね。どっちに流す、どの位置に入れるのが綺麗かなっていうのを見ながら場所を決めていきます。特にね、最後の方、葉物が、どこかに偏ってしまわないようにね、花瓶に飾った時にまっすぐこう入れたいんだったら、この位置もこのラインも綺麗にまっすぐにしておくといいと思うので、ちょっと遠くから見て
今この辺がちょっと葉っぱ足りないかなと思うので、ここに入れましょう。はい。はい、OK。こんな感じになります。はい。いいですか？茎がきれいに整列しているのを確認してくださいね。同じ角度になっていても、急な角度になったり浅い角度になったりしていると交差しているのと同じ感じなので、全部がきれいに整列しながら螺旋状になっていくっていう風な感じでも足が広がらないように束ねていくと。はい、じゃあ結束します。はい、結束は麻紐を使います。素材の中に麻紐が入ってたと思うので、麻紐を使っていきますね。こういうふうに親指に引っ掛けて結べるぐらいの長さを残しておいて、残りをぐるぐるぐるっと回していきましょう。親指にまた引っ掛けたら、元の最初の紐をギュッと引っ張ってみて、ギュッと引っ張る。また回してきて引っ張る。でこの最初の紐の下をくぐらせるような感じに1周2周しておくと、元の紐がねギュッと押さえられて、紐緩みにくくなります。あと注意してほしいのはね、あんまりきつく締めすぎないこと。ギューッと締めすぎるとね、茎を潰してしまうことがあります。ブーケはね、ちょっと緩いぐらいでも最低限束になってまとまっているとね、花瓶に入れてちょっと高さをね、花の位置なんかを調整できたりすると、飾りやすいと思うので、きつく縛ってしまう必要はありません。はい。でテーブルの角、こう横にね広がってるので、こういうところに置かず、ちょっとこういう位置に置いてもらって、また結び直しができるように、結束してください。はい。で花瓶に飾るときに、ハサミでなるべくね茎は鋭角に切ってもらう方が、茎の断面が広くなるので銅管がたくさん出て、水を吸いやすくなります。まっすぐ揃えて切る必要はないのでね、鋭角になるようにカットしましょう。はい。じゃあ適当な花瓶を用意して、そこにはい飾りましょう。はい、こんな感じのブーケになります。OK ですか？はい。で、皆さんは、このブーケ、最初にお話ししました茎のこの断面っていうのは、水を吸い上げていると、バクテリアなんかが、詰まってきて、水を吸い上げる量が少なくなってくるので、切り花を長く楽しんでもらう時は水替えと切り戻しをしてもらうといいと思います。水をきれいに保つためにね、毎日水を変えて、また茎を1センチずつぐらい切り戻していく。でその時に時間に余裕があったら束ね直しをしてみてください。はい。では、ラセゾンオンラインレッスンを、終了します。皆さんぜひね、インスタグラムとか Facebook、YouTube、なんかで、YouTube はコメントだけかな。インスタグラムとか Facebook はメッセージのところで、オンラインレッスンでブーケ束ねましたよっていう写真を送ってくれると、それコメントさせてもらえるので、あとはハッシュタグとかね、つけてもらってインスタグラムなんかに投稿してもらうと、見に行って、コメントさせてもらうことがあると思うので、ぜひ、アイロニーとか淳谷口のハッシュタグをつけて投稿してください。で YouTube、チャンネル登録、高評価、コメント、たくさんしてもらえると、より多くの人にね見てもらうことができるので、ぜひぜひご協力お願いします。どんどんたくさんいろんな情報をね発信していきます。でオンラインレッスンも引き続きこういう形でやっていきたいと思います。もしねこの動画今日初めて見て、私もやってみたいなっていう人はアイロニーのホームページ、
この動画の概要欄に、載ってます。でそこからオンラインレッスン家財の、注文ができる、オンラインストアがありますので、ぜひ。あと、レッスンの素材じゃなくてもね、ギフトのオーダーとか、母の日のオーダーなんかも、今、オンラインストアでたくさん受け付けておりますので、ぜひ皆さんご注文お待ちしております。はい。というわけで、今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございます。ではまた。